この週末、札幌市内の最も多くの小学校で運動会が行われます。令和の運動会では昭和平成では当たり前だったあの花形種目が姿を消しつつあるんです。グラウンドが熱気に包まれる騎馬戦、相手の帽子を奪い合い白熱した戦いに赤の勝ち。息を合わせ技が決まった時には会場から大きな拍手が沸き起こる組体操、これも姿を消しつつあります。さらに今はそもそも学校によっては順位をつけない運動会も。昭和、平成、令和、時代とともに変わりゆく運動会。今日の深読みは懐かしさと驚きが詰まった運動会今昔物語。何してんすか。懐かしい。懐かしい。いけない。いけますか。これ意外に難しいんだねこれね。諦めちゃった。は。それでもできない。それでもできない。結構難しい。難しいな。私小学校の時はこのパン食い競争やってたんですけど。あったんだ。ありました。やったんだ。袋に入ったパンを食べるっていうのをやってたんですけど、ガブッと。はい。いや、なかったですか。僕ねパン食い競争はあった。なかったです。僕ないんですよ。できない。あ、そうなんですね。運動会って言ったらパン食い競争のイメージあるけど、実際やったことはなかった。そうですか。あ、ちょっとこの運動会トークだけでも今日は盛り上がりそうなんですけど、結構面白い話が今日たくさん出てきますので、ちょっとご覧いただきたいと思います。今日ちょっとこんな感じで4つに項目を深読みで分けてみました。今時の運動会ってそもそも保護者によるホニャララがないし、家族揃ってのホニャララもないし、これ分かる方いらっしゃるかもしれませんが、1日開催からホニャララへっていうところと、あとちょっとあるものも変わりつつある。先に言っちゃおうかな。運動会っていう名前自体が今変わりつつあるっていう、ちょっとそのあたりも今日はなんていう運動会以外にちょっと考えられないですけどね。楽しみですね。はい、それでは参りましょう。まずは、昔の映像とともに道内の運動会の歴史を振り返ってまいります。こちらは STB に残る映像の中で最も古い札幌市内で行われた運動会の様子。時代は昭和初期1930年代。みんな動きが早いな。この当時からこれは別に早い、ちょっと早い映像なのでねっていうところなんです。すごい早い。これ玉入れですね。そしてこちらはダンスなんですね。だから結構今にも通ずるものをやってたんですよね。時代は進み平成初期1990年、この学校の前の長い列の正体は何？行列だ。なるべく早く行って、なんとかかけっこの一番見やすいところには席を取りたいと思ってますけど。学校の外で夜を明かし、開門と同時に一斉ダッシュ。これが運動会だよすでに。からの場所取り合戦。その様子は2011年になっても。皆さん大変だったんだよ。1年に1回だけなんで、ちょっと気合い入れてきてますね。はい、みんなで走って取りに行くっていうのが、イベントの一つみたいなもんで。競技の一個だよ。早朝門が開き、大人たちの戦いが始まりました。先頭を行くのは赤と青のシートを持つ2人。ただその横で虎視眈々と角を狙っていた緑のお父さんがなんとゴールイン1位でいいところを取った。絶対誰か足首痛めてるよ。こんなまさに大人たちの運動会が子供たちの運動会の前に行われていたんですね。いかに大変だったかってことですよ。娘のリクエストでこのカーブのあたりっていうことだったんで、さっき家族にも連絡しまして、でパパ頑張ったということを伝えましたんで、ちょっと安心してますね。親心ですね。でも福中さん、これほんの少しでも遅れてしまうと、こんな感じになっちゃってたんです。切ないよ。バックネット裏ですね。もう場所がないです。なんとも厳しい戦いですね。さてこちらは2018年千歳の小学校の運動会の様子です。グラウンドはいつの時代も変わらない子どもたちの一生懸命な姿、そしてその周りには温かな目を送る保護者の方々がいらっしゃいますが、さあテレビの前の皆さん、よーくこのシートが置いてある場所をご覧ください。何か白い線が入っているのがお分かりいただけますでしょうか。格子状になってます。区画が分かれてる。これは平成2年なんですが、その時にはなかった。これ何かと言いますと、観覧する区画をしっかり分け、事前にくじ引きで席を決めるやり方が増えてきたんです。争奪戦じゃなくなったんだ。さらに令和は家出たのが8時ですから、子供をね送り出した後に始まる前に間に合えばいいかっていう形で。
立ち見観覧が主流となりました。徹夜組がいた昭和平成から考えるとかなりの変化ですね。そうですね。今ないんですか。そして運動会といえばお昼の豪華なお弁当。嬉しかったけどね。親御さん大変だったんでしょうこれやっぱり。さあ庭野さん、運動会のいろんな調査の中で不動の人気ナンバーワンのおかずって一体何だと思いますか？さっきの入ってましたけど、やっぱり家庭ごとに味が違う卵焼きとかそっちで来た。人気あるんじゃない？唐揚げ。やっぱり唐揚げ。卵焼きも2位かもしれませんが、1位はやっぱり唐揚げって、これ食べると元気出ます。この時期って鶏肉がよく売れるんでしょ。唐揚げはしっかりないと怒られますんで。どうですか、福永さんはお弁当に入ってたこれは気持ちが上がったなっていうのは？キャビア。どんな家庭で育ってるんですか？わかんないですけど、ちょっとお腹壊すから慣れてないからね。全然食べたことないんだけど。わかんない。ちょっともう一つご紹介したいのが北海道ならではの少し変わった運動会のお弁当です。港町の寿都町にお邪魔すると、もうご存知ですね、有名な話。まずこの競技が何なんだろうっていうのは私気になったんですけれども、平成21年の映像、2009年です。これは組みたいです。お弁当はそうめん、そうなんですか。その横にはこれイカ飯ですね。寿都町では運動会シーズンに小ぶりなイカが取れることから昭和40年頃からイカ飯が定番に。そうめんに関してはもともと地域行事で親しまれている食べ物なので運動会の名物メニューにもなっているということですが、お子さんたちもこれしないと走れない。もうすべてのエネルギー原動力はイカ飯から来ている。いいじゃない。組体操にも力が入ります。イカ飯とそうめん、やっぱり地域特有の色が出る。運動会のお昼事情、令和では午前中で終わるのでお弁当あんまり、必要ないかなと思って。豪華なお弁当文化も少しずつ姿を消しているんです。その代わり運動会終わりのお昼ご飯に家族みんなで外食、そんな新しい楽しみ方が増えてきました。回転寿司とかね、いろいろ行くんでしょう。作るのも大変でしょうし、今の、時代に合わせて変わってきてるのかなというふうには思いますね。満足してます。みんなでご飯を食べるというのは変わらないんですよね。その他変わらないもので言うとこんなところも子供たちの姿をカメラで撮影。これもちょっと STV のライブラリー映像を遡ってみますと、こちらが昭和ですが、この手元のカメラは8ミリフィルムカメラかなという。これは時代を感じますね。縦型ですね。縦で持ってる感じ、棒が下についてます。さらにこちらの白い帽子の方も一生懸命フィルムのカメラ。そして平成の初期ですが、こちら右側の方、女性の方が大きなビデオカメラを撮って持っています。腕が疲れそうその他にデジタルカメラも入ってきました。平成の後期、さらには今はもうそのカメラの仲間にスマートフォンも入りましたね。いつの時代も撮影文化は変わらない。抑えたバッチリ。これ僕の仕事だから、これだけ、これやって飯食うだけだから大仕事ですね。かつては1日がかりの大イベントだった運動会ですが、時代とともに形が変わってきても家族との思い出であることに変わりはないようです。なんか懐かしい映像もいっぱいあって、私が子供の頃なんかも多分動画を撮るなんてことがなくて、学校専属のカメラマンがいて、後日撮った現像された写真を廊下で貼り出されて自分で選んで買うっていう、そういう時代でした。それもありましたけど、やっぱ動画で撮るってイメージが、父親が回してビデオカメラで撮ってくれて、やっぱ大きめのカメラだったのかな。大きめでしたね。で、別の子を撮っていて、私すごく怒った思い出があります。なんで娘さんのこと撮らなかったんでしょうね。間違えちゃったみたいな、髪型が似ててとか、そういうことも。親御さんお気をつけくださいね。場所によっては遠いからちょっと見えにくいっていうのはあるかもしれませんが、さて今時の運動会事情は、場所取りがそもそもなくなってきた、そしてお弁当もなくなってきたというところですが、その他にも競技自体もちょっと変わってきているんですね。花形の種目騎馬戦や、そして
棒し取りじゃない騎馬戦とそして組体操ですね、これに関してはやはり学校によって事故や怪我を防ぐためこういう危険を伴う競技をやめていく傾向にあるということです。膝すりむくのとか当たり前でしたけど、やっぱり怪我しちゃったらってところなんですかね。さらに勝ち負けを決めないのも今の主流だそうです。赤と白にチームは分けるんですけれども、決して戦うわけではなくて一緒に頑張りましょうということで最終的には勝敗を決めない。じゃあ赤組勝利白組勝利もないんですね。今時ですね。そうですね。紅白歌合戦だってね。最終的には決める。あれもいろんな意見はありますけれども、もうだからちょっと変わりつつあるということで、あとこちらですね、出店に関しても昔は門の外側に焼きそば、綿あめ、あとお面を売る屋台もありましたけれども、それもなくなってきていると。出店があったんですね。あったんですね。さらに面白い映像です。こちら。運動会なのに仮装パーティー？競技中なのにビールを飲み干さないと進めないっていう今ではありえない時代を感じるユニークな大人たちの運動会が札幌で行われていました。コマーシャルを挟んですぐにお伝えします。少しでもいい場所で我が子を応援したい、開門と同時に繰り広げられた場所取り合戦はまさに大人たちの大運動会ですね。この時のお父さんお母さん方今お元気でしょうか。かつて花形だった騎馬戦や組体操も少しずつ姿を消しつつある今時の運動会。そこで今日は昭和、平成、令和時代とともに変わる運動会事情を深読みしています。ここで番外編。今では考えられない昭和に行われていたユニークすぎるともいえる運動会を発見しました。参加者は大人たち、しかも参加者の女性の足元はハイヒール。ちょっと華やかすぎませんか？運動できないでしょ。こちらは1970年代ホステスさんたちが中心となって参加していたすすきの大運動会、まさに夜の街の運動会。お店で働く従業員の男性も参加していたそうです。どんな行事が行われていたのか、すごく派手な眼鏡をかけてずっこけ大奥、これは一体何のことなのかっていう感じですが、どんな競技ちょっと見てみましょうかね。映像で紐解いていきますが、スタートの合図とともに平均台の上をお盆を持って誰かがまっすぐ走っていって、その先にはお酒で、おそらく指定されたお酒を選んで持っていくっていう、多分そういう競技だと思われます。さらにはその他にもビールを飲まなければ先に行けないっていうものもあったそうなんですけども、右側の白い帽子の男性、歯で今蓋を開けて吹き出すビールを飲み込んだっていう。こんな飲み方しちゃダメですよ。もうこれが夜の街のすすきのの運動会ということだったんですが、いかがですか？これじゃあ観客の皆さんたちはじゃあ通い詰めている方たちだったんですかね。可能性はあるかもしれませんね。今は絶対に見ることができないでしょうね。パンク競争の代わりに何か違うコースターみたいなものですね。なんでしょうね。面白いです。ちなみになんですが、札幌オリンピックが開催された1972年にもこの運動会は行われていたそうなんですが、その時は運動会の名前をすすきのオリンピックにしてたそう。誰かに怒られるんじゃないかみたいな。いいのそれ。チャーミングですけどね。1972年、その当時行われていた運動会ですが、さてここが変わった令和の運動会事情です。今時の運動会、お弁当がないところまでお伝えしましたが、1日開催からほにゃららへ、そして名前自体に変化がというお話をお伝えします。令和の小学校にお邪魔しました。こちらの札幌市内の小学校は明日運動会が行われます。練習真っ最中。みんなで競い合って会うのが楽しい。去年2位だったので1位になりたい。3年生よりも早く走りたいからです。皆さん頑張ってくださいね。子どもたちが楽しみにしている運動会、全力で走って応援して、そしてみんなで力を合わせる、その姿は今も昔も変わりません。しかし運動会のプログラムを見せてもらうと、当日の流れ一番上にかけっこがあって大玉転がしがあって、ただ閉会式が11時10分になっています。そう、令和の運動会は午前中で終了することが当たり前になりつつあるんです。番組で調べてみました。札幌市内にあるすべての小学校199校のうち、実は
9割以上の学校が午前中のみの開催となっているんです。この数には少し驚きますね。それだけそれを求める方たちが多かったところですかね。札幌市教育委員会によりますと、児童の暑さ対策や学習指導要領に合わせた競技内容の見直しなどが理由だといいます。かつては家族みんなで挑む、まさにお祭りのような一大イベントだった運動会。令和の今、子どもたちを取り巻く環境に合わせ、その形も少しずつ変わってきているということです。準備をする教員の皆さんの負担軽減にもなるというのも一つかもしれませんが、午前中半日開催へとなりました。だからこそお弁当もなくなってきている。だから北海道もその暑さ対策をしなきゃいけなくなってきちゃったってことはちょっと考えなきゃいけないかなと思いますけどね。そしてコーナーの冒頭でお伝えした変わりつつある運動会の名前です。運動会以外になんていう呼び名が、陸上競技会とか。中学校とかで体育祭とかは言ったりしますけれども、うちはね陸上競技会とか。あ、そうですか。そもそも名前が少し違ってました。中学の時はね。ただ小学校に今回調査したんですね。こちらです。運動会の呼び名は実はまだもちろん 80% を超える学校130校は運動会のままでした。ただ今30校が違う名前を使っています。さっきのすすきのに習ってなんとかオリンピックとか言って、ちょっと似てるのもあるんですね。こちらです。ご覧ください。一番多かったのは発表会、次がスポーツフェスティバル、スポーツフェスでスポーツデーというのがあります。これ様々学校によって理由は違うんですが、そもそももう競わなくなってきたので、従来の運動会とは考え方が変わってきたので、お祭りのようなちょっとこうスポーツと親しむような、そんな一日にしましょうねという、そういう名前になってきていると。12校ってそれも本当運動もつかないんです。単純に発表会っていう。丸々発表会、運動発表会とかそういうことになるってことですね。そしてこちら、エナピック。いいぞ。いいですね。エナピック。これはどこの学校かというのはお分かりかもしれませんが、これは将来オリンピックの活躍するような選手が出てきてもらいたいっていう思いも込められているということなんですね。そういう先生たちの思いも込められて、運動会の事情は大きく変わってきているのが分かりましたかね。明日運動会の方も多いと思うんですけど、どうなんですか。変わるって言ったら始まる直前ね、花火ポーンと上がるっていうの最近はどうなんでしょうかね。私の家の近くの学校はなってますね。じゃあなってる学校もある。私が小さい時もなってましたけどね。私もでもちょっと早朝なんでちょっと騒音がとかっていうことも少なくなってきてるとは言います。そういうことも含めってことになりますけどね。